こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回は過剰適応についてお話ししたいと思います。こんな経験はないでしょうか？誰かに何かを頼まれたとき、本当はちょっと嫌だなと思ったのに、いいですよと答えてしまったこと。会議や集まりの場で、本当は違う意見なんだけれどと感じながらも、周りに合わせてしまったこと。そのように自分の気持ちを後回しにして、後になって心も体もぐったり疲れてしまったという経験をお持ちの方もいらっしゃると思います。実はそれ、過剰適応と呼ばれる状態かもしれません。では過剰適応とは何なのでしょうか？これは自分の心や体に無理をさせてまで周りの期待や要求に応えようとして頑張りすぎてしまう状態のことを言います。環境に適応したり周りの人と協調したりすることはもちろん大切なことです。でもそれが行き過ぎてしまい、自分の気持ちをずっと抑え続け、自己犠牲ばかりになってしまうと、心と体のバランスが少しずつ崩れてしまうでしょう。周りから見ると、あの人は人当たりが良くて頼りになる人だなと思われているかもしれません。でもその内側では本人がかなり無理をしていることもあるんです。断ったら申し訳ないと思って頼まれたことを全部引き受けてしまったり、本当はそうは思わないと感じながら無理に笑顔で合わせてしまったり、そのようなことが続くと無理がたたって心や体を壊してしまうかもしれません。ここでまず過剰適応になってしまう原因についてお話しします。そこにはいくつかの原因が考えられます。一つ目は幼い頃の育てられ方の影響です。例えばご両親がとても厳しかった場合、叱られないように従おう、見捨てられないように頑張ろうという行動パターンが自然と身についてしまうことがあります。そして大人になってからもそのパターンが続き、他人の気持ちや期待を自分の気持ちよりも優先してしまうんです。二つ目の原因は自己肯定感の低さです。今の自分のままでは受け入れてもらえないという不安があるため、無理をしてでも周りに合わせようとしてしまいます。嫌われたくない、認められたいという気持ちが大きくなるほど、その傾向は強くなるでしょう。三つ目は過去の人間関係での傷です。以前に仲間外れにされたり、孤独を感じたりした経験があると、もう二度とあんな思いはしたくないという気持ちから、役に立つ自分、嫌われない自分でいようとして、必要以上に頑張りすぎてしまいます。そして4つ目として、日本の文化的な背景も関係しているかもしれません。空気を読む、和を大切にするという価値観の中で育つと、自分でも気づかないうちに自分自身に同調圧力をかけてしまうことがあるんです。次に過剰適応を長く続けることで生じる悪影響についてお話しします。まず体が SOS を出し始めます。なんとなくだるくて疲れが取れない、夜なかなか眠れない、逆に眠りすぎてしまう、頭痛や胃腸の不調が続くといったことが起きるかもしれません。
体はとても正直で、自分では気づいていなくても無理をしすぎているよとサインを出してくれるんです。心にも影響が出てきます。気分が落ち込みやすくなったり、理由のはっきりしないイライラや不安を感じたり、今まで楽しいと思っていたことに興味を持てなくなることもあります。そしてひどくなると、自分の気持ちが自分でもよくわからなくなってしまうこともあります。ずっと周りに合わせていると、自分は本当はどうしたいのかがわからなくなってしまうんです。人間関係にも影響が出てきます。この人は頼めば何でも引き受けてくれると思われて、だんだん負担が重くなっていきます。自分は一生懸命頑張っているのに感謝されない。こんなに気を使っているのに大切にされていない。そんな気持ちが少しずつ心の中に溜まっていきます。そしてその気持ちが積み重なっていくと、ある日突然、感情が一気に爆発してしまったり、それまで続いていた人間関係を急に切ってしまったりすることもあるでしょう。周りの人から見ると、急にどうしたのと驚きますが、本人の中では長い間ずっと我慢が続いていたということなんです。では、過剰適応から抜け出すにはどうしたらよいのでしょうか。まずは、なぜ自分はこうなったのだろうと、その理由を探ってみてください。きっとそうならざるを得なかった理由があったはずです。そしてそれは自分が弱かったからではなく、自分を守るために身につけてきたものだったということにも気づいてほしいんです。これまでたくさんの場面で周りに気を配り、無理をしながらも頑張ってきた自分がいます。まずはその自分に、ここまでよく頑張ってきたねと優しく声をかけてあげてください。周りに気を配れるというのはとても素晴らしいことです。けれども、そのために自分が無理をし続けて心や体を壊してしまったら元も子もありません。だからこそ、まずはもうそんなに無理をしなくてもいいよと自分に許可を出してあげてください。何かを頼まれたとき、気が進まないのならすぐに返事をしなくてもいいんです。後でお返事しますねと一度その場では保留にして、後からメールなどで丁寧にお断りするという方法もあります。また、あらかじめここまでは協力するけれどここから先は引き受けないという自分なりのルールを決めておくのも良いでしょう。心の中に基準ができていると、いざ頼まれた時に迷うことなく、自分の気持ちを大切にした返事がしやすくなります。そして、断る勇気を少しずつ育てていってください。最初は難しく感じると思いますが、まずは無理ない範囲で小さなことから始めてみるんです。言いやすい相手に対して少し頑張れば断れそうな場面があったら、今回はごめんなさいと伝えてみます。断るごとに小さなノーを言う練習をしていくうちに、だんだん自然に言えるようになっていくものです。最後に、自分を大切にする時間を意識して毎日の生活の中に取り入れてみてください。10分でも20分でも構いません。好きな音楽を聴いたり、散歩をしたり、ゆっくりお風呂に入ったり、おいしいお茶を飲んでほっとしたりなど、どんなことでもいいです。この時間は
自分のための時間と感じられる時間を持つことが心と体を回復させてくれるでしょう。今回は過剰適応についてお話ししました。過剰適応とは、自分を犠牲にしてまで周りに合わせようとしすぎてしまう状態のことです。その背景には様々な理由が考えられますが、そのままにしておくと心にも体にも、そして人間関係にも少しずつ無理が出てきてしまいます。でも気づいた時から少しずつ変えていくことは可能です。過剰適応になりやすい人は、もともと優しい人、責任感が強い人、真面目な人が多いです。決して弱い人でもダメな人でもありません。むしろ人のことを大切にできる頑張り屋さんだと言えるでしょう。でもその優しさのために自分自身を壊してしまっては元も子もありません。これからは今まで他人に向けていた優しさを自分自身にも向けてあげてください。いい人で居続けようとしなくてもあなたの価値が変わることはありません。自分の気持ちを大切にしながら人と関わる方が無理のない穏やかな関係が続いていくのではないでしょうか。これから先、あなたがあなたらしく無理をしすぎることもなく心穏やかに過ごせる時間が少しずつ増えていくことを願っています。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。